よいしょ。はーい。ただいま。皆さん、帰ってきました。アミティ先生です。いやー、弾丸の3日間でしたね。アップルのね、発表会無事に終わりまして、一昨日かな、日本に帰ってきました。で、本当にね、もうあっという間の3日間で、もうなんか夢みたいな3日間だったんですけど、この間にね、いろいろ起きたことをツイッターの方に上げてたんですけど、ツイッターでね、いろいろ皆さんにコメントいただいて本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。で、このチャンネルをですね、今日初めて見てくださった方にちょっと話しておくと、先日アメリカのクパチーノっていうところで行われたアップルの新製品のイベント発表会ですね。これにちょっとご招待いただきまして、そこに行ってきたんですよ。で、そこで生のイベントをこう見て、動画とか撮影させてもらって、レポートをしたりっていうことをね、させてもらったんですけど、もうやっぱりね、アップル好きとしてはもうこれ以上嬉しいことはないっていうような夢の3日間でしたね。で、イベントの内容もね、すごい至近距離で見てたんですけど、控えめに言ってもね、すごい最高だったんですけど、いろいろお土産とかも買ってきまして、机の上に置いてある、このリンゴの、緑色のリンゴマークのやつ、あれはイベント参加者のみにもらえる、入館証みたいなカードですね。これ結構レアかなと思います。で、あとはなんか T シャツをビジターセンターっていうところがあるんですけど、そこで買ったりとか、あとはこのね、アップルの帽子も買いましたね、キャップ。これすごい可愛いんですよ。なんかこのロゴがですね、すごいさりげなく横にちょこんって入ってて、なんか一見アップルのものとは思えないような感じなんですけど、すごいさりげなさが私は気に入ってこれを買いましたね。あと T シャツも何枚か買いました。で、このアップルビジターセンターっていうところで買ったこの T シャツのね、お土産とか、あとはね、アップルの本社の周りでちょっとうろうろしながら動画とかたくさん撮ったので、それはですね、別で Vlog っていう形でまた動画配信しようと思ってます。で、このね、Vlog がすごい初めてだったのでめっちゃ難しくてかなり苦戦してたんですけど、ちょっと仕上がりはね、どうなるかわからないんですけど、ぜひね、それも楽しみにしておいてください。で、今日なんですけど、今日はですね、このイベントで新しく発表されたiPad の7世代目っていうものが発表されたんですけど、それについて話していきます。で、なんか iPhone とか Apple Watch とかね、いろいろすごい目立った新製品がある中で、ちょっとね、この iPad の7世代目っていうのはサクッと紹介されて終わっちゃったので、私がねちょっと責任を持ってゴリッと説明していきたいと思います。で、コメントとかでね、なんかいつも iPad どれ買うべきですかとか、あといつ買えばいいですかっていうね、質問結構もらってるんで、今日はこう今出てる iPad たちをですね、いろいろ比較しながら、今後皆さんがどの iPad を使っていくべきかみたいなのをね、がっつり話していきたいと思ってます。なのでね、これを見れば結構 iPad 通になれるかなと思ってます。で、今日使うアプリなんですけど、キーノートっていうアプリを使います。で、このキーノートはですね、iPad にもともと純正で入っているアプリで、これは Apple が作ったこのプレゼンテーションをするためのアプリです。で、今回のこの Apple のね、新製品の発表会とかで、この今映ってるスクリーン上に映し出されてる画像とか動画ですね。これすごい綺麗なグラフィックじゃないですか。これとかも全部キーノートで作られてるんですよ。なのでキーノートね、私もよく使うんですけど、めちゃくちゃ便利です。で、私はね、この発表会に行って実際生でこのキーノートの画面、後ろの画面を見て、うわ、めっちゃうまいこと作るなって思って、関西弁入っちゃったなんですけど、そう思ったんですよ。めっちゃすごいなと思って、それに対抗して、今日はね、ちょっと私もこのキーノートを使って iPad の7世代目を皆さんにね、ちょっと最大限プレゼンテーションしていきたいと思うので、最後まで見てもらえると嬉しいです。途中でね、私の iPad7 世代目使ってる動画とかもちょいちょい挟んでるので、よかったらね、最後まで楽しんでください。はい、じゃあとりあえずですね、最初にこの iPad7 世代目のちょっと特徴、概要から説明していくんですけど、ちょっとね、プレゼンテーションモードにしてですね、解説していくと、画面のサイズはですね、10.2 インチですね。
で今私が使ってる iPad Pro が11インチモデルなので、この画面のサイズよりちょっとだけちっちゃい感じですね。で価格は一番最小の値段が34,800円。これがすごいですね。めっちゃ安いですね。今出てる iPad の種類の中では一番最安値だと思います。で、スマートキーボードに対応してます。で、これは iPad7 世代目と iPad Air のスマートキーボードっていうのがあって、それじゃないと使えないです。iPad Pro 用のやつは使えません。で、Apple Pencil にも対応してて、Apple Pencil は第一世代のものが使えます。で、タッチ ID がですね、搭載されていて、CPU は A10 Fusion というやつで、ちょっと劣化版にはなっちゃうけど、普通の事務作業をするぐらいだったら全然問題ない速さのものですね。で、こうやってこんな感じで、普通のパソコンよりも2倍の速度で動きますよみたいな感じでプレゼンテーションされてましたね。で、9月の30日発売で、もう今から予約が可能です。で、Apple TV っていうのが新しくね、出てるんですけど、新しいデバイスを買うと、この Apple TV がですね、1年間無料で使えます。なので、7世代目買ったらね、この Apple TV が漏れなく1年見放題という感じですね。で、今回ね、この iPad7 世代目の何がいいかっていうと、やっぱり値段なんですよね。めちゃくちゃ安いんですよ。他のやつだとね、全然5万円とか超えてくるんですけど、唯一この3万円台という破格ですね。で、性能的にも全然悪くないので、学生さんとかね、あんまりお金を iPad にかけたくないなっていう人にはすごくおすすめです。で、このページですね、どうやって作ったかっていうと、動画を普通にこうやってペチャって貼り付けて、手書き文字をプロクリエイトで書いてペチャって貼り付けて、文字を載っけてるっていう感じですね。すごい簡単にプレゼンテーションボードが作れます。で、プレゼンテーションモードにして、ここのね、上の再生ボタンを押してあげて、画面のどっか適当にタッチしてあげると、この埋め込まれた動画っていうのが勝手に再生されて、手前にあるこの手書き文字とか、テキストですね。これは静止したまま残っておいてくれますね。これがね、すごく便利で、なんか iPad でプレゼンしたい時とか、なんかちょっとおしゃれに見せたいっていう時は、結構使えるテクニックです。で、この PC よりも2倍の速度で動くよみたいな感じでボーンみたいな 2x って感じでプレゼンテーションしてたんですけど、これの作り方をねちょっと解説しておきますね。これ結構面白いので。で、キーノートはアニメーションっていう機能があって、このアニメーションを使うと勝手にね自動でテキストとかオブジェクトを動かしてくれるんですけど、まずですね、このプラスボタンのところからテキスト適当に打つじゃないですか。で、文字を白にします。で、この文字の大きさですねを上のこの、ブラシのパネルかな、ここから文字のサイズを大きくしてあげるんですね。で、大きくしてあげたらこのテキストをワンタッチしてあげると、そこにアニメーションっていうボタンが出てきます。で、このアニメーションを押す。で、そしたらここにビルトインを追加っていうところが一番左側に出てくるので、そうするとこのアニメーションの種類がねたくさん下に出てくるんですよ。で、これをタッチしてあげるといろんなこのテキスト自体にアニメーションが加わるんですけど、バーンって落ちてくるやつはどれだろうな。このスタイッシュってやつかな。スタイッシュをしますね。これじゃないですね。これだいぶダサいですね。これですね。アンビルってやつがこのキーノート発表会で使われたアニメーションです。で、いろいろね他にもアニメーションあるので、ぜひねこれタッチするだけで勝手にアニメーションになってくれるので、ぜひね使ってみてください。アンビルです。ボーンみたいなね。はい、こんな感じでできたら上の終了ボタンを押します。で、こんな感じでねどんどんプレゼンテーションボードを作っていくんですけど、ちょっとここからですね、この iPad7 世代目の性能について多分みんな気になってるのかなと思うので、どこまでねやれるのかっていうところですよねを紹介していきたいんですけど、この Apple の発表会ですね、プレゼンテーションが終わった後にハンズオンっていう呼ばれるこういうね、なんかみんながタッチ&トライ、新製品をタッチ&トライできるようなコーナーが設けられてるんですよ。で、そこで新製品の iPhone だったり Apple Watch だったりとか、今回の iPad7 世代目とかが置いてあっていろいろトライできるんですよね。なのでちょっとねそこで触らせてもらったので、その様子を流していきたいんですけど、
iPad のハンズオンあるのかな。あった。 iPad のハンズオンあった。これか。Hi, absolutely. This is the new 7th generation iPad that we just announced. 7世代目の iPad です。Would you like me to show a few screens for you? Yes, please. Thank you. And I can play some games for you too. Yes, please, just a little bit. Okay, yeah. Can you play that? Are you doing video or photo? Video. Okay, cool. Let me start with this one. Can you just close it? Thank you. Sorry. I've been playing it a lot. And it's seamlessly like transitions too. So if you were to pick it up right now, it just needs to catch up. Apple アーケードを見てます。It's really, really great. And you can play on touch as well. You don't need a controller for it. It's a great touch experience. へで、Bluetooth のコントローラーさっき使ったやつ、全然遅れも感じないみたいで、普通に使えるって全然遅延感じないって言ってました。すごい楽しそう。アーケードね、安いから私トライしようかなと思ってます。It's a beautiful game, rhythm based. It's a lot of fun. I played it this weekend and beat it. はい、こんな感じ。なんかね、私全然普段ゲームしないんで、なんか難しかったですね。でもすごい面白かった。なんかコントローラーでやってうまくできないから画面タッチってバンバンってやったら、お姉さんがまあそれでもできんこっちゃないねみたいな感じで言われましたね。はい。で、ゲーム全然大丈夫ですね。Bluetooth のコントローラーの使ってても全然遅延ないし、すごいそのストレスは全くないです。で、あとレティーナのディスプレイなんで、すごいグラフィックも全然綺麗ですね。あんまりこの iPad Pro とグラフィックの感じ、そんな違いは感じなかったですね。なので全然大丈夫だと思います。で、今回させてもらったゲームなんですけど、これのねゲームの名前がさようならワイルドハート、さようならワイルドハートですねっていう名前のゲームみたいなんですけど、これは Apple Arcade に入ったら使えるようになる、ゲームです。で、App Store とかにも入ってないゲームなんで、すごいね、私はグラフィックがやっぱり綺麗だなと思いましたね。グラデーションがすごい綺麗に出てて、あと普通に楽しい、時間忘れてずっとやっちゃうゲームだなと思って見てましたね。なのでね、興味ある人はこのさようならワイルドハートのゲーム試してみてください。で、この Apple Arcade なんですけど、始まるのがですね、9月の、ごめんなさい、これ20日って書いてるんですけど、9月の19日からですね。なので、もうあと1週間もないのかな。あっという間に始まりますね。で、月額が600円で、100個以上のゲームがやりたい放題です。
素晴らしいですね。で、私もねちょっと興味あるので一回登録してみようかなと思います。もうなんかこの Apple アーケードはもう iPad のために作られたサービスなんじゃないかなって思うぐらい、iPad に特化したゲームがたくさんあるんじゃないかなと思っています。で、ここでちょっとねキーノートの小技なんですけど、JPEG 画像をこうやってキーノートに貼り付けて、この画像の黒いところだけを消して白のロゴだけを残したいとき、くり抜きたいときは、このメニューの項目にインスタントアルファっていう項目があるんですよ。ごめんなさい、これねちょっと白飛びしちゃったんですけど、このインスタントアルファを押して、でその状態でいらない色のところをタッチして横にドラッグします。でそしたら今黒いところがグリーンになってるのが分かると思うんですけど、このグリーンになった状態で手を離すとこうやって切り抜かれるんですよ。すごくないですかこれ。でこの中のところですね、 E とか D の中のところもいらないのでタッチしてドラッグしてあげると消えていきます。でそうするとこの白ロゴだけが残って、こんな感じでねちょっとおしゃれに配置することができます。このねインスタントアルファめっちゃ使えるから、みんなここでよかったら覚えて帰ってください。で次、AR のアプリもねちょっと体験させてもらって、 AR の性能とかがね iPad の7世代目でどれくらい再現できるのかっていうのもねちょっと見せてもらったので、これも動画見てください。これはセーフタイムカメラと、あ、来た。で背景も宇宙に変えることができる。宇宙っぽい。宇宙っぽい。地球背景にね、撮って。地球背景じゃない、宇宙がいいです。宇宙してまっすぐ向いて、はい、いい感じじゃないですか。すごい、こんなことができるんですね。これがなんていうアプリですか？これアポロムーンショット。これも実際アップストアからダウンロードできる。アップストアからダウンロードできる。もうみんなできるらしいです。これ AR の宇宙体験アプリ。なんじゃこりゃ。むずいぞ撮るのが。はい、ということでこんな感じでございます。すいません、めちゃくちゃピンボケしてしまいましたね。ジンバル付きのねカメラで撮ったんですけど、なかなかねうまくできなかったですね。ごめんなさい。Vlog ね初めての挑戦だったので、これからねまた勉強していきたいなと思うんですけど、ちょっとねうまくできなかったのでお詫びと言ってはなんですが、動画内に埋め込まれてた手書き風に書く文字のアニメーションあるじゃないですか。これのね作り方をちょっとキーノートでできるのでお教えしたいと思います。結構コメントとかでね手書きアニメーションを iPad で作りたいっていうねコメント結構あるので、今日はねこれを初めて紹介します。で、まず最初やることなんですけど、動画をですね写真アプリ開いて、スプリットオーバーで開いて、こうやってキーノートの中に動画を埋め込みます。で、そしたらこの上のプラスボタンを押して一番右側のこのタブをクリックしてですね、その中に描画っていう項目があるんですね。で、描画を押すと、下にこのパレットみたいなのが出てきて、ここでブラシを選ぶことができます。で、結構ねブラシの種類もあって、ボールペンとか鉛筆とか、あとクレヨンとか絵の具とかねいろいろあります。で、今回はこの中からボールペンを使っていきますね。で、色とかを白とかねいろいろこのカラーパレットのところから決められます。で、ボールペン取ってこの状態で画面のどこでもいいので適当にねさっきみたいに文字を書いてください。
で文字書けたら OK を押して、で後からねこうやってサイズとか位置とかをね好きに変えれるので、ここで微調節してあげて、で決まったらこの文字を選択します。でタッチするとさっきみたいにアニメーションっていう項目が出てくるので、それを押してあげて、でまたさっきと同じですね、下のところにビルドインを追加っていうのが一番左側にあります。でこれを選択で、そしたらさっきと同じようにアニメーションがねずらーっと並んでくるので、この中から、一番左側に線描画っていうのがあります。でこれがですね手書き文字を作るアニメーションなんですよ。なのでこれを押します。でこんな感じでもう勝手に押したらアニメーションができてるので、ここまでできたらあとはこのアニメーションが、いつのタイミングで現れるかっていう時間設定をしてあげるだけなので、この状態でメニューバーの上のタブのところを押してあげて、ここから右下にプラスボタンがあるのでプラスボタンを押してください。でそしたらこのメニューバーのところ、さっきのところ戻ると描画っていう項目が1個増えてます。でこの描画を選択した状態で下のところにですねビルド1と同時っていうボタンがあるので、これを選択します。でそしたら下に遅れっていう秒数がね出てくるので、ここでプラスボタンを押してあげて、この動画開始後何秒後にこの線のね手書き文字のアニメーションが出てくるかっていうのを指定してあげるんですよ。で今回の場合だとこの動画が始まってから6秒後に手書きアニメーションをスタートさせたいので、遅れを6秒にしてます。でこの状態で OK です。で再生ボタンを押してあげるとこんな感じで6秒後にね再生されるっていう感じですね。で動画とかにこういう手書き文字入れてあげるだけですごいね可愛くなるというか、親近感のねある動画になるし、あとはなんかタイトルとかをね手書き文字で作ってあげるとすごくね個性的でいい感じになりますよ。結構質問とか多かったので、ぜひね皆さんこれ試してみてください。キーノートで作れます。でこっからなんですけど、ちょっと他の iPad とこの iPad7 世代目をね比較して見ていきたいと思うんですけど、今回のこの iPad7 世代目、肝になるのは値段なんですよね。すごい安いっていうところが特徴で、なので他の iPad とちょっと値段をね比べてみたいと思います。で今現状出てるのが iPad Pro と iPad mini で7世代目と iPad Air っていうものがあります。で一番高いモデルがこの iPad Pro っていうものなんですけど、もうこれは本当プロユースの向けの iPad で、一番安いやつでも 64GB で 89,800 円ですね。でその上の2頃のモデルで10万円弱になりますね。でちなみに私が持ってるこの iPad Pro の11インチなんですけど、 1TB のものを使ってるので、15万円コースですねはい高いですね。で、その次に、高いというか値段がするのがこの iPad Air です。で2頃で 54,800 円で、その上が2頃で 71,800 円ですね。で肝心のこの iPad7 世代目なんですけど、一番小さいモデルが 32GB になるんですけど、それで 34,800 円ですね。めちゃくちゃ安いですね。破格もうApple Watch より安いですもん。だって Apple Watch 4万円ぐらいしたんですけど、それより安いですね。で 32GB1 個上は1ニッパ 128GB で 44,800 円になります。でこんな感じでざらっと並んでみて分かる通り、やっぱ今回の iPad7 世代目はこの安いっていうのがすごいキーワードになるので、あんまり iPad 自体にお金かけたくないなって、でも欲しいなって思ってる人は結構狙い目かなと思います。あとね、お財布に余裕ない人ね、学生さんとかもしかしたらそういう人いるかもしれないので、そういう人はiPad7 世代でも目でも結構使えるんじゃないかなと思います。でちなみに iPad mini なんですけど、 iPad mini は 64GB で 45,800 円ですね。なので、iPad mini より安いというね、すごいですね。ぜひねこの価格表を見ながらちょっと検討してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、ここでちょっと気になるのがこの iPad7 世代目と iPad Air ですね。この違いが若干微妙になってくるので、ここの2つをもう一回ちょっと比べておきます。
で、これ今ちょっとキーノートに画像をこれね、ペチッとスクリーンショット貼り付けてるんですけど、これね、ダブルタップしてあげるとトリミングできるんですよ。こんな感じで。なので、ここで、iPad Air と iPad 7世代目のところだけをトリミングします。で、終了ボタンを押すと、ここだけ切り抜かれるので、この状態でズームします。で、右上の再生ボタンっていうところを押したら、これプレゼンテーションモードに入るので、この状態で Apple Pencil で画面をタッチしてあげると、マークアップモードに入るんですね。で、ここでなんか赤入れとかができます。で、値段に関してはさっき言ったように2万円ほど差があって、画面のサイズは、7世代目が 10.2 インチで、Air の方が 10.5 インチ、ほぼ変わらないですね。で、CPU が7世代目が A10 フュージョンチップスで、Air の方が A の12バイオニックチップス。これは Air の方が性能高いですね。で、どっちもタッチ ID で指紋認証ですね。で、Face ID は iPad Pro だけです。で、ストレージがちょっと Air の方が大きいのかな。7世代目が最大128で、Air の方が最大256になります。で、Apple Pencil どっちも第一世代に対応していて、あとはスマートキーボードにも対応してますよっていう感じですね。なので、ぶっちゃけね、そんなにこの2つ変わらないなっていう印象ですね。まあ、ストレージと CPU だけちょっと Air の方がいいですけど、でもそれでも、iPad 初心者というか、あんまりゴリゴリ使わない人だったら、64GB だったら結構十分いけるので、まあ、それだと安い方を選んでもいいんじゃないかなっていうのが正直な感想ですね。で、まあデザイナーとしてはですね、ちょっと画面の綺麗さというか、解像度とかがやっぱり気になるので、そこを見てみると、どっちもレティーナで、解像度は、ちょっとだけエアの方が大きいのかな。2224×1668。で、色なんですけど、エアの方はですね、公式機 P3 っていう規格を用いていて、で、7世代目の方はフル RGB ですね。で、まあ、公式機っていうやつの方が、ちょっとだけ色域の範囲が広くて、まあ、Apple の製品はこのほとんど公式機 P3 ってやつを用いてますね。で、まあ、もうちょっと細かいこと言うと、公式機 P3 っていうのは、赤のね、サイドが結構強く出たりしますね。で、もう一個ちょっと違うところとしては、トゥルートーンって言って、その周りの環境に合わせて画面の色とかを自動で変えてくれる機能があるんですけど、それが iPad Air はあるんですけど、iPad 7世代目はこのトゥルートーンがなしということでしたね。で、私はこのトゥルートーンはオフにしてますね。撮影とかで色変わっちゃうと困るのでオフにしてるんですけど、まあ全く問題ないというか、全然気にならないレベルかなと思います。まあこの辺はね、ちょっとお好みで選んでください。で、次 iPad Pro とこの iPad 7世代目の比較をしていきますね。で、この2つはね、結構違いあるんですけど、まあ、要はどういう人が iPad Pro 使って、どういう人が iPad 7世代目を使っていけばいいのかっていうのを私なりにちょっと解釈して、考えてみたので、話していくと、まず iPad Pro なんですけど、主にクリエイター向けの iPad ですね。で、例えば iPad を使ってデザイン作りたいとか、映像作りたいとか、この iPad を作って、何かを生み出したい人は iPad Pro を買った方がいいと思います。で、逆に iPad の7世代目とか、この iPad Air はですね、学生とか、あとビジネスマンにおすすめですね。ノート取ったりとか、あと議事録取ったり、メール書いたりとか、結構作業ベースのことを iPad でやる人は、この iPad 7世代目か iPad Air でもう十分だと思います。で、これにプラスして、こうなんかゲームしたりとか、あと映画見たりとか、まあそうですね、さっきみたいな AR とかね、やってみたいとか、結構この受動体な使い方をする人は Air と7世代目でも十分です。で、iPad Pro はこの iPad を使って何か0から1にものを生み出したいとか、創造的に何かを作り出したいみたいな人ですね。そういう人は iPad Pro を買った方が、まあ効率よくサクサク動くかなと思います。で、例えばどういう人かっていうと、まあデザイン系のお仕事をしている人、あと映像系の仕事、あと音楽系のお仕事をしている人とか、あと建築系の人も iPad Pro の方がいいと思いますね。やっぱ 3D とかになってくると、ちょっと Air とか7だときついかなって思うので、iPad Pro の方がいいと思います。で、あとはこのプログラミングとかね、やってる人も iPad Pro の方がいいと思います。
で iPad7 世代目とかのおすすめの人は、さっき言ったように学生さんとか、あと営業マンですね。営業マンというか、ビジネス系のお仕事をしてる人全般っていう感じですね。で、あとは金欠な人、お金あんまり今余裕ないよっていう人でも iPad 欲しいよっていう人はこっち側を買った方がいいと思います。で、あとは企業さんで大量に iPad を社員に配りたい人っていうのは iPad7 世代目とかでも十分だと思います。で、例えばそうですね、航空会社のキャビンアテンダント、CA さん全員に新しい iPad を買わなきゃいけないみたいな状況になったとしたら、私だったら絶対 iPad7 世代目を買いますね。安く上がるし。で、CA さんが使うぐらいの、作業内容だったら全然7世代目でも十分事足りると思うので、そんな感じでね、企業さんとかは考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、こんな感じでざっくり比較だったんですけど、大体つかめましたかね。私のすごい独断と偏見で勝手にカテゴライズしたんですけど、私がいつも友達とかにどの iPad がいいかなみたいな感じで相談を受けた時は大体こういう感じで頭の中で思い浮かんでアドバイスとかしてるので、よかったらね、これご参考までに皆さん買ってみてください。で、言い忘れてたんですけど、この絵ですね、描いた絵なんですけど、これはペーパーっていうアプリを使って描いてます。ペーパーはね、すごい優秀なスケッチアプリなんですけど、以前もちょっと紹介してるので、その動画はですね、概要欄の方に載っけておくので、ペーパーの使い方知りたい人はそっちから飛んでいってください。で、このペーパーで描いた絵をですね、スクショ撮って、このキーノートの方に貼り付けています。で、こんな感じで完成ですね。で、最後はちょっとね、紹介しておきたいウェブサイトのページがあって、Apple 公式のウェブサイトにもうこの iPad7 世代目のページっていうのが出てるんですけど、そこにですね、この iPad7 世代目を AR で見れるページがあるんですよ。で、これがね、結構面白いのでちょっと紹介しておきます。で、今 iPad7 世代目のウェブサイトのページ見てるんですけど、そこに AR を使って新しい iPad を見ようっていうところがあるので、これタップしてもらって、で、そうするとオブジェクトと AR っていうタブが上にあるんですけど、このオブジェクトだとこうやって形、この360度回転させて、色とかね、どこにボタンがあるかとかね、見ることができます。すでにね、もう iPadの普通の6世代目っていうの出てるんで、ほとんど変わらないんで、あんま見てもしょうがないかなという感じではあるんですけど、検討してる人はね、どういう感じの形になるのかっていうのを見てみてください。で、この AR っていうところのタブを押してあげるとカメラが立ち上がるんですけど、ちょっとね、今デスク上なのでカメラ立ち上げられないんですけど、カメラが立ち上がって、この外とかでね、こうやってかざしてあげると、そこにカメラ越しで iPad の7世代目がこうニョキッと現れて、形とか大きさの感じを見れます。で、これ結構ね、面白いので、ぜひ皆さんやってみてください。9月のね、30日が発売日なんですけど、それまでね、実物は見れないので、こうやってね、AR でね、外でニョキッと出してあげて、形とかね、大きさ、薄さとかをね、ぜひ見てみてください。iPad7 世代目買う予定ない人でも結構 AR 的に楽しかったりしますね。ぜひお試しくださいませ。ということでですね、今日はこんな感じで以上かな。はい、次回ですね、iPadOS の解説、今回ね、ありましたね。iPadOS ももう一回やってみたいと思います。で、今絶賛 Vlog を作成中でございますね。結構難しくて、四苦八苦してるんですけど、頑張ってね、作って皆さんにこのアップルのね、アップルパークの裏側だったりとか、今回のイベントの裏側をね、ちょっとお見せできたらなと思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、今日はちょっと長くなってしまったんですけど、いろんなことをね、もう凝縮してまとめました。もしね、この動画が役に立ったら、ぜひいいねボタンお願いします。でね、最近 iPad 買いますとかね、買う予定ですみたいな人はぜひコメント欄にいただけるとですね、一人でも iPad メイトが増えると私はすごく嬉しいので、ぜひコメントもお待ちしております。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。